皆さんこんにちは。うなおドーナツの時間始まりました。いよいよ暑くなってきて、ちょっとアイスコーヒーを飲んでるんですけれども、そのアイスコーヒーに合いそうなこちらブリュレパン作っていこうと思います。で、ブリュレパンって何って感じじゃないですか。私先日またね、韓国の動画で見ました。甘い丸パンの生地の上をそのブリュレするみたいな感じで、そのブリュレするのもお砂糖かけてバーナーでジューとかじゃなくて、もうそれ難しくてできないし、バーナー持ってないからじゃなくて、なんかね、キャラメルのソースって言ったらあれなんやけど、そういうのを作って、そこにチャポンとパンをつけて、そのまま乾かしてブリュレみたいにするみたいなわかりました今のでっていうパンを今日はちょっとチャレンジしてみようかなと思っています。ちょっと本当にどうでもいいアイスコーヒー思いで語ってもいいですか？以前ね、もう数年前なんですけど、お友達と清澄白河のブルーボトルコーヒーに行ってみようということで行ってみたわけですよ。で、そこに到着するまでに街をねちょっと2人でお散歩して、でおしゃれなカフェにも入って、なんかね、フレンチトーストのおかずのやつみたいなごめんなさいね、おしゃれさがちょっと伝わらないですよね。とにかくおしゃれなプレートのランチを頼んで、それも2000円ぐらいしてね、結構な感じのランチを食べたりして、やっぱすごいなとか言いながら、でちょっとね、大人あるあるなんですけど、不動産とかの話しながらねこの辺のマンションは高いんかなとかなんか言いながら楽しく歩いてたわけですよ。で、次はブルーボトルコーヒーやということで向かいました。で、行ったらなんかね、やっぱり人がすっごいたくさんいて、おーってなりながらも2人とも陰キャやからね、陰キャも人多いとこ怖いからおーっておしゃれやな言うて入ってったんですけど、コーヒーが1杯600円からみたいな、もうなんか高いのもあった気がするんですけど、なんかって2人ともなって、高いなとは言いませんよ。そんなさ、柄悪い高いなとかないんですけど、結構するなとか言ってだけどランチの時にもうアイスコーヒーを2人とも飲んじゃってるわけだから、めちゃくちゃ飲みたいってわけでもなく行っちゃってるから、実際ね、そんなコーヒー1杯600円とかあるですよね。東京ってそんなもんなんですよね、きっとね。なんだけど、なんかちょっともうやっぱ田舎者の心が抜けてないから、600円かとかなっちゃって、で2人でなんかね、なんかわかんないけど、ちょっとお店の中見てみようかとか言ってなんか注文するとか離れて、なんかグッズ売り場とかうろうろして、で結局何も買わずに店を出るっていう最悪なことをしちゃったわけですよ。で、そんな思い出がある思い出かなブルーボトルコーヒーでなんですけど、先日知り合いの方からブルーボトルコーヒーのコーヒー豆をもらったんですよ。で、家で飲んだらめっちゃくちゃ美味しかったんですよ。ちょっと今までで一番ちゃうかなってぐらいで、2種類いただいたんですけど、どっちも美味しかったんですよ。これはやっぱりすごいんだと、ブルーボトルコーヒーはと思って、リベンジしなきゃと思って昨日行きました、ついに。で、もうワクワクでね、アイスコーヒーを頼んで、なんか透明な、なんていうの、おしゃれなグラスに入ってきましたと。で、なんか写真とかね、別にSNS にあげるわけじゃないのに、とりあえず写真撮ってで、いざ飲んでみたわけですよ。そしたらめっちゃ薄かったっていう違います。天下のブルーボトルコーヒー様が薄いわけがないやん。だから私の味覚が完全におかしいだけなんですけど、私はもうマクドナルドのコーヒーとかコンビニのコーヒーでいいなっていう、もうバカ舌だからね、私のバカ舌のせいなんですけれども、
そういう思い出となりましたっていう話でした。そろそろ何の動画でしたっけってなってきたと思うんですけど、今日はブリュレパンを作りますということで、まずパンが焼き上がりました。ごちゃごちゃ言ってた割に今日はねめちゃくちゃ美味しそうに出来上がりました。なので今のところは順調ということで、こちらに今日はそのブリュレのコーティングしていこうと思います。ちょっとね事前にいろいろ調べてきました。ブリュレというかキャラメリゼみたいな感じなんですかね。まずグラニュー糖とお水を入れて、ここでまだ火にかけずにこのお砂糖を溶かしていく感じにするそうですと。でここから先はもう混ぜちゃいけないんですって。今から火をつけたんですけれども、もう触っちゃダメということで、なんかね触りたいけどぐっと我慢しました。でちょっと沸いてきました。でもこれでも触っちゃダメということで、はい、ちょっとね色がついてきて、正直私初めてだからテンパっちゃってますどこで止めたらいいのかがわからないで、先生曰くもうこっから先はお好みですみたいな感じだったんですよそれ一番困るやつお好みも何もだから初めてやからわからんからっていう話なんですが、これは多分あれですよね。火をから上げてもどんどん色はついちゃうやつですよね。それはねなんとなく知ってるんですよ。だから多分もういいんですよ。私が韓国の動画で見たやつはこれぐらいやったんちゃうんかな。でもねもうこの人は今もうパニックっちゃってるんでまだ行くみたいですね。しばらくちょっとこの人のタイミング一緒に見守ってもらっていいでしょうか。どうなったかと言いますと、10じゃなくてね、これもう絶対違う。もう私が動画に見てたやつと全然違うもん少ないね、いつも作るのがこんなさ、今からパンをつけるっていうのにこんなちょろちょろっとじゃダメでしたよね。もっとたくさん作らないとね。でね、最後ちょっと冷やしたことによってもう飴みたいになっちゃったんですよね。なんかもうすごい茶色くなってきたから危ない危ないと思って冷やしたのも間違い、もうなんか全部間違いね。ほらほら、もう糸みたいなんでできちゃってたこ焼きやんか、もうこれそこそこ美味しそうなたこ焼きみたいなんできてかえさんもなんか全然可愛くないと思って焦ってね、粉砂糖かけたの完全に打足、もう余計可愛くなくなってるしということで今日もテンパリパンが出来上がりましたなんかね、これはね動画と同じ感じにできましたよ。あらとね、だからパッて見たらね、なんか美味しそうな感じになって見ましたこのパンの部分めっちゃ上手にできてるんですよ。いただきます。味はねもう完全にやらかしちゃったな久しぶりにやらかしちゃいました。これはちょっと人様には私はとてもじゃないけどできないなっていう、なんて言うんでしょう、お祭りの時に食べる焦げた飴の味なんかわかります
とにかくね焦げた飴の味がしました。で中のパンがめちゃくちゃ美味しかっただけにちょっとねもったいないことしちゃったなっていう感じでしたね。でもね今日ねかなり作るの楽しかったので皆さんねこれをねぜひ成功させてほしいなってなんかもう皆さんに託したいなっていう気持ちに今日はなりましたということで、本日の動画いかがだったでしょうか。ここまで見てくださった皆さん、聞いてくださった皆さん、本当にありがとうございます。また見てね。バイバイ。